5本目、すごいね。チャンネル登録といいねボタン、通知設定、マイライフよろしくお願いします。こんにちは、和也さんです。はい、今日は山の方に来ています。こちらはマイライフと和也さんチャンネルですね。X と、Facebook の方でも同時に配信しています。ということで、今日は先に収穫をするということで収穫をしていきたいと思います。人が集まるまでちょっと山林紹介でもしますかね。はい。ということで、これ反対、これ反対ということで、こんな形ではい、こちらは和也さんの山林ということになっております。横に川が流れていてとても気持ちのいい、はい、環境。こんな感じではい、海空さんこんにちは。川が流れております。ちょっとさっき夫婦杉をお参りしに行きますか。なんかこう中心ではないような夫婦杉をはい、こっちもまた草刈りせなあかんね。夏場はあっという間に草が生えてきてる。はい。お、なんかこれ近いぞ。あ、望遠になってた。ごめんごめん。はい。これ夫婦杉がここにありまして、ここいつもちょっとここのあ、すごいな。はい。うん。柏で下手だね。よいしょ。ということで、兵庫県の宍粟市の方にあります。さっき川があんま見れなかったね。ちょっとズームになってたな。50名様見ていただいてありがとうございます。はい、こちらマイライフという和也さんのこのサバイバル体験を配信している番組もありますので、そちらもよろしくお願いします。概要欄にリンクは貼ってたと思う。
ということで、こんなところでこんなところで、今見えてたのが和也さんのキャンプです。秘密基地、倉庫テントと呼んでるんですけども、ということでちょっとね、きゅうりの収穫をしたろうと思って、きゅうりがねむちゃくちゃうちの嫁に持って帰ってあげようと思って、こちらが最初に作った畑。鹿の去年までは鹿に食べられちゃってさ、全然やる気がなくなってたんやけど、今年から鹿の電気網を今わかる？電気網をつけて食べられなくなりました。ということで、ほらきゅうりむっちゃでっかい嬉しいわ。1週間でこんなに大きくなるのに、1週間ちょっとで。ほらきゅうりが、自然栽培のきゅうりがこんなに大きく育ちました。すごいね。ほらむっちゃでかいむっちゃ嬉しいこれはうちの嫁を喜ぶぞ。ほら今3本、まだあるやん。はい、これで4本目、5本目、すごいね。うわ、どんだけすごい12345本目。これはもうこれも取っとこう。はい、ちょっとちっちゃいけど、はい、6本目、7本目、他はもうない。まだこれって早めに取ったら次のがまた栄養がいくからね。これで終わりかな。こっちから見えるのはこれで終わり。はい、7本の収穫ができました。もう一個ある。これどうしようかな。ちょっと小さいからちょっと置いとこうかね。ちょっと小さいから1週間後2週間後にどうなってるか実験的に1個だけ置いとこうかね。これでいいか。もしかしたらこれで収穫終わりかな。きゅうり1個だけ置いとこう。ちょっとちっちゃいから。ごめん。ブロッコリーが倒しちゃった。ブロッコリーこの下、これ見える？これこれ見えてるね。これブロッコリーやねんけど、ひょろ長くひょろってやったらやっぱ英語足らないのかな。どうなんやろ。残念ながらひょろになってブロッコリーは育たないのよね、ここの山では今のところ。
土が合わないのかな。ブロッコリーにならない、そんなもんなのかな。まあちょっと置いときましょう。ここからどうなるのか、農業未経験の和也さんだから全然分かってない。ペパーミントも生えてきてるんやけど、ミントはどんどん増えていくって言うけど、どうなんでしょう。あ、ミントの香りすごいいい香りする。ちょっとこれも持って帰った、もうなんか取ってきてって言ってたから、ちょっと持って帰るわな。上の方がいいのかな。ちょっとどういう、ミントの香りがする。まあちょっと切っとこう。あんまり伸びたら、まあこれぐらいでいいか。こっちはどう？これが何？これはバラでハーブ。これもちょっとよくわからんねんな。うちの嫁が植えてたんやけど、ちょっとまあこれもどういうものかわかんないから、ちょっと2つぐらい切っとこうか。はーい。でシソ、さつまいもはで、これミニトマトがね、ちょっと元気がないのよね。またできてるミニトマト。こっち映ってる？映ってるね。ミニトマトが一応できつつあるんですけど、まだ色づいてない。これは置いときましょう。そしてちょっとスイカがね、ここにスイカができてます。見える？いくつかスイカができつつあります。ここにもちっこいのがある。スイカが。あとこれはさつまいもです。さつまいもも元気に育ってるね。ここはまあこんなもんかな。しそ。赤じそ。重たい。赤じそもちょっと葉っぱだけ取った方がいいのかな。どうなんだろうね。大きい葉っぱだけもらおうか。よくわからんから。
まあ薬味にしその収穫の仕方はわからん。うん、いい香り。こんなもんかな。はい。赤じそを収穫しました。よいしょ。ほんでここは何も取るものがないんやけど、残念なこれもブロッコリーだと思うねんけど、ちょっと虫に食べられちゃってるね。むいむいに。これ何やったかな。これでも花に咲いちゃったね。これレタスだと思うねんけどね、花咲いちゃったね、きっと。もう枯れてるじゃん。ちょっとこれは失敗。まあ置いとこう。また種が落ちて生えてくるかも来年。まあうまくいってるやつとうまくいってないやつが。で朝ちょっとやったんやけど、トウモロコシできてきてます。トウモロコシがこの子映ってる？うん、トウモロコシここにこことかこことか。よくわからんけど、こうしたらいいのか？違うのか？ね、トウモロコシが楽しみですね。はい、でこれクリスマスツリーがここにある。ここにピーマンを植えたんやけど、あんまし成長が良くない。こっちもダメ、腐っちゃった、この子は。まあこのままちょっと置いといてみましょう。この子虫に食われてるね。ね、ここ見える？ここ虫に食われてる。残念。ナスをここに隣に植えてるんやけど、ナスは残念ながらうまく育ってないね。キッチンバサミでちょっと草を。和也さんは強制農法なので草は根っこは抜きません。根っこを抜くと土が悪くなっちゃうから。常にお野菜の方が自然に勝つように、カットしてあげると土を傷めることなく、まだ茎は元気そうだから置いとこう。どうなるのか、このまま冬に枯れるのかどうか分からへんけど、今とりあえずレタスとキュウリがこの土地に合ってることが分かった。レタスとキュウリやったら商売になるかも。きっとレタスとキュウリだったら
こレタスもうこれこのまま終わって花が咲きそうな、また種取りに使おうかとは思ってます。この子ね、もうちょっとしなびちゃってきて元気がなくなってきた。何回かここで食べたんだけどね、美味しくいただいたんやけど、もうしなひなになっちゃう。マヨネーズつけて食べたら美味しいやろうけどね。もうこの子は種取りやね。もう終わった。ちょっと雑草もちょっと切っとこう。あんまり背が高くなるとあんまり良くないから、負けちゃうからね、育ててるやつが。で次はピーマン、ししとうとピーマン、ししとうとピーマンを今収穫します。さっきこれわかる？あ、違った、唐辛子や。唐辛子1個もでかいのができてる。ここに唐辛子1個取っとこう。映りますか？あ、映ってないね。映ってる？唐辛子映ってる？映ってないね。あ、難しいな。はい、これ一人でやってたらこういうのが大変。これ唐辛子1個だけ、とりあえず。他もちっちゃいのができてきてるけど、まだ来週ぐらい収穫できるんじゃない？来週か再来週に収穫できるんではなかろうかという雰囲気になってきてる唐辛子ね。で嬉しいな。でピーマン、隣のピーマン、これピーマンわかる？ここピーマンがある。はい、収穫しようと思います。ありがとう、ありがとうございます。はい、ちょっとちっこいけどピーマン美味しそうでしょ。ピーマンが、これはでかい。これは美味しいぞ。ピーマン絶対これは苦くないぞ。向こうにもあるじゃない。うわ、むっちゃでかい。これはすごいぞ。ほら、こんなでかい。僕の顔と比べて美味しそう。ピーマン豊作やね。すごいすごい。もう一個。はい、はい。前回はまだ梅雨が終わってなかったので、急にやっぱり梅雨が終わって日がね、太陽が出始めたらものすごくピーマン4つ取れた。ピーマン4つ収穫できました。はい。ちょっとそこの掃除しとったろ。こうやってね、背の低い雑草があったら、水まきがいらなくなるんです。
空気中からね水分を取って根っこに送るんですよ。雑草と言われる、雑草と言ったら失礼だよね。草たちが送ってくれるので、それこれ今隣稲穂、お米を育ててるんですけど、この子たちが朝露を集めて土に水を送る、自分たちのためも含めてね。でその水をこの子が吸い上げるっていう、こういう仕組みが共生農法だと僕は思ってるんです。だから雑草は抜いたらダメ、先っぽを切ってあげたらいい、散髪してあげたらね。この辺結構いい感じで生えてきてるのはきっといいか、ただその水田と違って水分が少ないからちょっとね、実際収穫できるかどうかはこれ一応まだ実験段階なので、普通の野菜ぐらいだったら大丈夫。稲はちょっと厳しいかなと思うんやけどな。何でも実験やからこれでやっていこうと思います。という感じです。よいしょよいしょ。でここ今こっちはまだね雑草というか草が生えてきてないからちょっと乾きやすいから、ちょっと上に草マルチしないといけないかも、した方がいいかもわかんないけど、向こうはニラを植えてるんやけど、ちょっと育ちが悪い、詰めて植えすぎたから栄養の取り合いになってるんかもわかんない。向こうのわかる、ということです。一回ちょっとこれが上の畑です。3番地の畑、今から4番地の畑に収穫に行こうと思います。よいしょ。あ、そうや、ちょっと待ってて、一つじゃがいもがね、ここじゃがいもなんやけど、葉っぱがちょっと弱ってきてるのよ。だからこれどうなんやろうと思って、誰か知ってる人おる？それかもう終わったのかなと思いつつ、ずっと元気だったのに、それか日が強すぎるのかな。もうちょっと育ちは良さそうなんやけどな、じゃがいも。だからちょっとここ一個隅っこのやつをこう掘ってみようかなと思って、この子がどういう状態なのか。パイというか、もうこれ以上今回は時期ずれで収穫できない状態にあるのかが一個抜いてみたら分かるかも分からへん。この子な、この子なんでこんな横から、これ去年植えたやつが今頃になって出てきてるような気がするな。もしかしたらもうこれで収穫していいのかな。一応できてる。見える？もうちょっと下げる。見えてる？でも微妙。1個だけできてる。
もうないよね。残念。この子が種芋だから1個だけ小さいお芋ができてた。まあ、植えとったろかこれ。これもう無理なのか1個だけ収穫して。これはどういう状況や。まあでも他に小芋ができてないっていうことは、これちょっとこれで終わりの雰囲気がするね。ねえ、きっとそうだよね。きっとそうだ。ちょっとこいつ植えとったろ。こんなことしていいのまあまあ、何でも実験や。何でも実験する和也さん。ああ、この辺もう弱ってるね。これもちょっとプロの農家さんが見てたら教えてああ、これ小芋がまた時期的に早いとは思うんやけど、置いといた方がいいのかなんなのか。この子はできてないな全然。ここに1個ちっこいの。まだまあ早いっていうことなんやろうね。だからまあ置いとこう。早いかダメだったか失敗で終わってるかちょっと定かではないけど。ということでじゃがいもはもしかしたら急に育ちが悪くなったからダメかもわかんないね。どうなんやろう。まあいいや、これも植えとこまた他と一緒に収穫してみよう。まあ一応下なんか収穫できるやつあったっけ。レタスぐらいかな。レタスが収穫できるかも。よいしょ。じゃあちょっともうちょっと植えといてもいい気がする。かも。
気が早い。ちょっとね元気がなくなってきたから心配だから、ちょっとテスト的に1個だけ収穫してみました。ということで4番地の畑に行ってみましょう。4番地の畑にやっぱりでも収穫は嬉しいね。ありがとうありがとう、土さんありがとう。今植えるのも楽しいけど収穫がもっと楽しいね、やっぱしね。よいしょ。ということでちょっとひっくり返してみる。はい、よいしょ。あ、トカゲが走っていった。ここが4番地の畑。枝豆、手前に今映ってる左側が枝豆、あそこが枝豆。その隣がトウモロコシで、ネギがもうちょっと育ってもいいなと思うけど、どうなんやろう。こんなもん。これ白菜だったと思うねんけどな。これ白菜。こっちがレタス。レタスこれも収穫できるね。あそこはトウモロコシ。トウモロコシは今順調に育ってると思う。これ受粉ってどうなんやろうねえ。向こうに向けてるのが大根。大根はもうちょっと先やね。これも大根です。でこれがネギ。でこれがこの前回植えた何これキャベツだったと思う。確かキャベツは前回やから1週間ちょっと2週間ぐらいだからまだだね。ちょっと日陰がないな。ちょっと入れ物を取ってくるね。待ってて。大量収穫や。よいしょ。よし。音聞こえてる？育ってます。レタス。
レタスってでも早いね。1ヶ月ぐらいで育っちゃうね。うん、収穫時期がよくわからん。1個持って帰ったら、持って帰って、これがちょっと結構育ちがいいから、ちょっと下だけ。ね、ピヨーンってこんな長く伸びるんやね、レタス。こんなもんなんやろうか。この子ちょっとこれはまだ早いのかな、どうなんやろう。まあもう抜いちゃったからいいけど。はい。これはちょっと早いかもわかんないけど、ちょっともう食べてあげるわ。うん。まあようわからんから葉っぱだけ取っとこうね。もう食べ頃を逃してるのかもわかんないね。ちょっと一個葉っぱ取れたてを食べてみるか、この子。うん、ちょっともう苦い。うん、美味しい。いまいち収穫時期がわからん。ということで、ネギは収穫できるよね。はい。ちょっとネギとパセリをいけてる？もうちょっと上。はい。この子を収穫してみようか。
ネギ切っこんな形でなってる。ちょっと早いまだ。これまだたくさんあるからちょっとこれだけ2つぐらい収穫しておきますわ。毎日来られへんからさ。次来て収穫時期を過ぎてたら寂しいから、ちょっと2つぐらいネギ収穫して帰ろう。本当はもっと太くなるネギやと思う。こう分けて植えたら。でもこれで売ってたやつを植えたつもりやねんけどな。置いといてみましょう。本当はこれでもう一回植えたらもっと太くなったりしてそんなことないのか。普通の農業もちょっと勉強してみなあかんね、本当に。そんなもんかな。パセリ、ここでパセリをここ映ってるね。もうちょっと下パセリをこの辺のをちょっともらおうか。下の方に伸びてるやつをね。ほら。自然栽培のパセリ。マイクが外れたね。よいしょ。こんなもん。よし。よいしょ。ね。どういうこと？聞こえた？音が今マイクが切れたね。こんにちは。はい。今収穫しているところ。はい。ということで、カメラを反転。はい。クーラーボックス映ってる？ちょっと昨日買ったお肉が
これどうしよう。食べなかったか、せっかく買ったのに。安いね。250円。ロースとんかつ用。焼いて食べようかなと思ったけど、この後食べるか。はい、ちょっとまだちょっと氷が残ってるうちに、はい、今日取れた一番嬉しいのがピーマン見える？ピーマンが4つ。ほらこんなでかいピーマン、美味しそうでしょう。これ持って帰る。で唐辛子何やったっけ、忘れた。唐辛子の大きいやつ、ししとうじゃないな、唐辛子やな。うんできゅうりがいっぱいむっちゃでかい、むっちゃでっかいきゅうりが取れました。お、ピーマンちょっと虫に食われたやつ。ほらピーマン、ピーマンじゃん、きゅうりがいっぱい取れた。ちょっときゅうりが重たいから潰れちゃうね。きゅうり下にしないと。はい、きゅうり。うわ、めっちゃでかい。きゅうり。こんなでかいきゅうりが自然栽培やったと育つんだね。すごいね。ほら、こんなんやで。でかっ。であと小芋、これは芋、食べれるかどうかはわからない芋ちょっとまだ早取りすぎた。この子はまあまあ、もうこれでもちっちゃいね。もうちょっと大きいの欲しいな。まだこのタイミングがちょっとよく分かってない。ちょっと葉っぱが枯れ出したからさ、心配になってあれしましたけど。あとはネギさんネギもいい香りがする。ネギさんとかミントとシソとパセリと何やレタス、レタスをレタス、これはちょっと食べれんな。食べれそう。これちょっと前回のレタスがむっちゃ綺麗にできたから喜んでたのに、今回はいまいちレタスの出来が良くなかったな。まあほったらかしの方だからしゃあないかね。これはちょっと後でちょっととんかつを焼いて食べるときに使おうかね。とこれ
あ、すぐしなってなっちゃうね、レタスって。ということでした。今日の収穫はこんな感じ。あ、51名様ありがとうございます。よいしょ。ちょっと水飲ませて、喉が渇いた。はい。汗で曇って、眼鏡が曇って全然見えない。自分が臭い、汗で。臭い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 。自分が臭いってどういうことよ。汗で自分が臭い。もう年やからね、加齢臭がするからね。和也さんももう57やからじじいだから臭い臭い。後で見ます。ピツジアメメさん、アメさん、こんにちは。はい。皆さん、マイライフ1000人目指してますので、チャンネル登録よろしくお願いします。政治系やっても全然伸びないので、方向を変えて普通のこういった自然派 YouTuber を目指している和也さんです。45名様ありがとうございます。ちょっと山の風景でも見てもらうか。ちょっと見よう。チャンネル登録といいねボタン、通知設定、マイライフよろしくお願いします。